皆さんこんにちは、ラドムです。突然ですけども、僕は今北海道に来てます。というのも僕はね、冬の車中泊好きなんですけども、雪中車中泊をするたびに北海道でやってみろ、北海道でやってみろっていう風にね、よく言われてたんで、もう今回はね、寒波がもう来るとのことだったんで、急遽ね、7万円の計で北海道に来させていただきました。はい。で、ちなみにこちらは苫小牧のキラキラ公園さんですね。夏の車中泊時に利用させていただいたところです。で、こちらに来るのにはもちろん舞鶴からフェリーで北海道に入ったんですけども、実は航路が変更があって小樽に行くはずなのが苫小牧に着いてしまうというね、特殊な便でこちらに入らせていただきました。で、ちなみに昨日着いたんですけども、今日はね一日ちょっと買い物等をしてね、この辺回らせてもらってました。で、ちなみにね、現在3時20分ぐらいなんですけども、もうあとね、2、30分で日が沈みそうです。早いです。びっくり。で、今回7万の計で北海道を、回るというか、旅するにあたって、どんな装備で来たのかっていうのをね、ちょっと気になると思いますので、簡単に説明させてもらいますと、もう、上からですけども、ソーラーパネルはね、前回と同じ 300W のものがついてます。で、雪が降るからいらないかなと思ったんですけども、つけといてもね、害にはならないんで、つけてきました。はい。で、足回りはね、当然スタッドレスです。溝もね、山もすごい残ってます。よいしょ。で、内部の装備はこんな感じで、ベッドの枠だったりとか、料理付け等に関してはもう夏の状態と全く同じではあるんですけども、冬装備としまして、こちらですね。うちの近くのホームセンターで買ったあったかいマットレスと枕。で、あとは布団ですね。で、この装備だったらマイナス5度ぐらいまではいけるのは分かってるんですけども、今回北海道はもっと冷えると思ったんで、電気式毛布を持ってきたんですけども、これがね、ちょっと特殊な電気式毛布で、というのが、通常は AC の電気式毛布を使うんですけども、これは DC でシガーソケットで温まるタイプの電気毛布で、走行中にね、これをぐるっと丸めて、膝を温めたりしながらね、運転することもできるものではあるんですけども、なんで今回ね、AC じゃなくて DC にしたかという点に関してですが、ポータブル電源って、もともとは電池のつながりでから直流の DC なんですけども、それを一旦 AC に変換するんですよね。で、AC に変換したもので家庭用の電源を使うんですけども、その際に変換効率のロスでから 10% とか 15% パネルには出てこないけども余計に消費してるんですよね。だけども DC の場合だったら電池を無駄に消費せずに、しっかり温まることができるんで、僕は今回ねこれ DC のものを購入してきました。はい。ちなみに3500、600円ぐらいでこんな感じでねケーブル等が外せるんで、腰に巻いた状態でね車で運転してコンビニ等に着いた時にねこの線外したらそのまま巻いた状態でね歩き回ることもできるっていう風な感じの使い方ができるんで、これはね、相当便利です。はい。で、もう、ついでにこの辺の装備を見ていこうと思うんですけども、こちらにはね、今回は、暖房器具としてね、ストーブを持ってきてます。これはね、カセットボンベ式のストーブですね。これはね、ちょっと古いタイプの分ではあるんですけども、もう十分冷えるんで、こちらをね、また持ってきました。ちなみにガス管1本で、3時間20分ぐらいだったかなは、車内を冷やし続けることが可能のストーブで、こちらはね、自己責任で使おうと思ってます。はい。で、あと、お水、電気ポット、それからごちゃごちゃしたもの。で、中には雪かき用の分であったりとか、あと、携帯のトイレですね。北海道はね、駐車場はあっても、冬場トイレが閉まる可能性があるんで、ちょっとこちらをね、自分用に持ってきました。使う時には動画で出さないと思うんですけども、一応ね、持ってきてます。はい。で、ここには、雪かき用のシャベルですね。分割付きのやつです。で、ちょっとね、お次は後ろ回りいきます。はい、後ろはこんな感じですね。夏に北海道を旅行した際と、装備は基本的には変わりません。ですので、ここに前回と同じ 1500Wh のポータブル電源があったり、ここに、荷物入れ、それから引き出し式の収納があるんですけども、中身がちょっと今回違ってまして、というのが、こちらには、こうですね、ちょっとたくさんなんですけども、ガスボンベを持ってきました。はい。ちなみにフェリー、ガスボンベは大丈夫らしいです。で、これがね、全部で15缶ぐらいあります。ですんで、このガスカセットヒーターだったら、45時間分は、ヒーターでね、車内で暖が取れるっていう格好になります。はい。で、あと、カイロ類ですね。今回ね、結構カイロはね、持ってきてます。というのもね、今回ポータブル電源で暖を取ろうと思ったら、多分ね、寒すぎたらこれら辺全部充電できなくなるんですよね。で、その時にね、寒くて震えるのも嫌なんで、カイロで補いながら、車中泊をね、しようというふうに考えてます。はい。で、あとね、お米とか、炊飯器ですね。はい。で、こちらは、ちょっとね、ごちゃごちゃしたものが入ってるんですけども、生活必需品等が今入ってる状態ではあります。で、今回ね、特別にこれを持ってきました。これはね、何か言ったら、コンデンサー式のブースターですかね。ですんで、上がったバッテリーにこの部分をつなげたら、その残っている電流で充電するっていう、ブースターケーブルみたいなものです。
はい、よし。とりあえずね、僕の車はリン酸鉄リチウム電池を積んでる車ではあるんで、バッテリーが上がる可能性というか、充電されずに放電だけしてバッテリーが上がるっていう可能性も考えられるんで、今回ちょっとこちら持ってきました。はい、よいしょ。で、こちら側にはいつものポータブル電源 AC200MAX とカースロップですね。これはね、車を水平するための大切なものなんで、僕の必需品です。よいしょ。で、あと助手席に関してはこんな感じで、これが小型の冷蔵庫ですね。いつものでかい分はちょっと置いてきました。冬といえども、やっぱし車内はそこそこ暖かかったりしてから、食べ物がね、傷んだりしても困るんで、ちっちゃい冷蔵庫の方をね、1個持ってきました。で、こちらが今回3個目のポータブル電源で、デルタ2ですね。容量 1000Wh ぐらいの電源です。で、これはね、ここに置くのにちょうどいいサイズだったんで持ってきました。はい。で、この分は今走行充電をしながら、冷蔵庫を使ったりしてる分ではあるんですけども、舞鶴から苫小牧に来るまでのフェリーの航路約22時間を電源つけっぱなしで放置したんですけども、電力消費量はね 22% でした。だからね、1時間に 1% ずつ消費したというような過去ではありますね。はい。ちなみに走行中には走行充電をして、その充電した電力でスマホ等を充電もできるようにします。はい。で、一番こっちには電気小物類ですね。いろんなケーブル類であったりとか、カメラ類であったりとか、そういったものをね、置くような場所にしてます。で、見えにくいんですけども、足元のあれはチェーンですね。この車用のタイヤチェーンを持ってきました。ですので、雪がね、深くなって脱出できなくなっても、チェーンをかましてね、走ることができるようにしてます。で、カーテン等に関してなんですけども、カーテンもね、もうつけた状態で今来ているんですけど、実はね、カーテンって断熱効果はゼロなんですよね。というのも、室温が10度ぐらいあって、外気温が0度の場合には、この窓ガラスから熱交換が起きるんですけども、それがね、どういうことかって言ったら、氷の入ったグラスの水が、いつの間にか溶けてるのと同じでから、熱が逃げていっちゃうんですよね。ですんで、今回ね、カーテンは一応簡易的な目隠しとしては使うんですけども、それとは別に、ここにつける、シェードっていうんですかね。っていうのをちょっと用意してきまして、それがね、ここにあるんですけども、これらはね、いつもの車の後ろ側とスラッドドアにつける分ですね。これはね、僕もお手製の分があるんで、これはこれでいいかなと思ったんですけども、フロント側に関してはちょっと形が複雑なんで、ヤフオクでね、ホンダアクティ版用のがあってから、それがね、送料込みで11,500円ぐらいだったんで、こちらをね、購入させてもらってきました。はい。ですんで、こちら、ちょっとつけてみますと、こんな感じですね。もうね、バッチリくっついてます。窓をね、しっかり閉じてくれてるんで、ここからね、熱交換が起きて、車内の熱がね、逃げることはないような感じになってます。バッチリですね。はい。ということでね、車両の方はこんな感じではあるんですけども、あとはね、僕がしてる格好なんですけども、僕はね、今回こんな感じで、スノーブーツっていうんですね、を履いて、ズボンの上にはね、これオーバーパンツを履いてます。だからあったかい分ですね。で、服はもう何枚も今合わせてきてるんですけども、いつもの腹巻きをして、厚着をして、で、あとね、僕はお尻までね、隠れてる服が好きなんで、ちょっとね、ベンチコートを今回着てきました。こんな感じですね。で、もちろん頭にはね、ニット帽をかぶってます。これはね、暖かいです。で、あとね、もうちょい寒くなってきたら、ネックを間違えたりとか、もしようと考えてて、で、手袋もね、今ついてます。これはね、スマホが操作できるタイプの手袋です。はい。で、ちなみにね、忘れてたんですけども、この車、天井にはね、断熱とかって言って、この銀バットを中に入れてるんですけども、もうそれ剥がれてからね、中で浮いてるの分かってるんで、断熱効果はほぼゼロなんで、今回は正直なところ、20年以上前の軽バン、そのままの状態でね、北海道で車中泊するのと変わらない状態ではあるんですけども、頑張ってね、今回の旅を成功させたいというふうに考えてますんで、皆様よかったらね、次回からはね、北海道の雪中車中泊編が始まりますんで、そちらの方をね、楽しみにしてもらえたらありがたいなというふうに思います。はい。ちなみに今回の旅に関しましては、九州旅みたいにね、ドーンと何日も撮ったものを1日ずつ出すんじゃなくてから、いくつかのね、企画を考えて撮っていこうというふうに考えてまして、それらがね、九州旅と並行しながら上がっていくようになると思いますんで、この斜めの系でどこまでいけるのか分かりませんけども、皆様よかったらね、次回からの北海道車中泊編をね、楽しみにしてくれたらありがたいです。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。とりあえず今夜はこちらで休ませてもらいたいと思います。